頭のネジが振り切ってやがる。ナンバーワン戦隊50じゃ、皆さん見ましたか？思った以上にすごい1話だったので、私は感動しています。ついにこのチャンネル、特撮レビューまでするんですか？いやいや、異世界レッドもレビューしてるんだから、今更でしょ。戦隊ネタ満載の異世界レッドの動画はすごく反応が良いので、本家戦隊も語ったら、受けがいいのではという読みもあるんでしょう。正直言ってそれはあるけど、私自身も本当に特撮が好きなので、アニメと共に語っていけたらなぁと。特に今回の50ジャーは、特撮を見ていないという人にもおすすめできる良い1話だったと思ってる。主人公の当のホエルのキャラの見せ方がまず良かったんだよね。最初はフランクフルトを使って強盗を撃退したり、履歴書に自らつまらない人間と記載したり、怖いお兄さんたちにサンドバッグにされてたりと、とにかく癖が強すぎて、何なんだと驚かされましたね。しかし、元同僚にお金を返したりとか、サンドバッグにされて頼もげすく先の家族を守るためだし、なんだかんだヒーローをするに足る優しい心は持ってるなってのがわかる構成になっていた。割とこれがポイント高い。過去の悲しい出来事のせいで、願いを持たないようにして生きてきたけど、この指輪をめぐる戦いの中で、ホエルは自分の願いを見つけようと決意する。この主人公の目的のあり方は仮面ライダーファイズの匠やドンブラザーズの桃井を想起させる。50ジャーのメインライターさんが今挙げた作品の脚本家さんと親子だから、余計にそう思えてしまう、というのもあるかもですね。初回だからとにかく謎は多いけど、主人公がしたいことだけははっきり描いてくれてるから、1年間楽しく見られそうだなって思うんよね。あとアニバーサリー作品だし、PV を見ても歴代戦隊の側が映っていたから、どういう客演をするんだろうと思ったら、ブンネットの俳優さんがクワガタオージャーに変身していて驚いた。前作のレッドが前々作レッドのスーツに変身するというよくわからない光景。この法則が1年通してずっと続いていくかはわからないけど、こんなサプライズがあるなら毎週見ようって気にはさせられるよね。そのクワガタオージャーに変身したブンネットに顔がそっくりの堤さん。彼のキャラもしっかり作中で立っていてよかったよね。気弱なコンビニ店員かと思ったら、戦いに参戦してきた50ウルフを攻撃してきた。願いを叶えるための戦いに、願いを持たない異物がやってきた。そんな敵意を感じさせる激しさだった。本気で戦ってる人からすれば、遊び半分で来るな、と怒りたくなる気持ちもちょっとわかりますね。そのくせ自分が持ってない巨大ロボットを引っ提げての華々しいデビューだから、余計に刺激されるものがあるんだろうね。ホエルが願いを持っていない、ある種の異物であることと、願いを持たないように決めた過去の話も含めて、掘り下げが楽しみだよ。ロボの話といえばなんですけど、ホエルが50ウルフに変身する前のいわゆるシラフの状態で、ロボであるテガソードレッドを操縦していたのは驚きましたね。普通は順序が逆だと思うのですが。それがこの作品の特徴じゃないかと思っていて、前日短であるユニバース対戦で触れられていたのは、歴代戦隊の活躍ではなく、彼らが操縦するロボが集結した戦いだと強調されていたし、敵部雷団の幹部ファイヤーキャンドルの襲撃も、怪人ではなく、自身の専用ロボを主戦力とした攻撃だったんだよね。明らかにロボが力の象徴として大きく扱われている。とにかくロボが先に来ている印象だよ。だからこそロボを持たない堤さんがホエルに切れた理由もわかるなって。この指輪をめぐる戦いにおいて、ロボは強大なアドバンテージだ。それをフラッと乱入してきたやつが最初から持ってて、デビュー戦を有利に進める。怒りと焦りでホエルを潰しにかかったという動機もあるんじゃないかって思えた。とにかくロボは今後の作品の特徴として機能していきそうですね。チャンネル登録もお願いします。